結構濃いめのタレですね。江戸前のタレって結局基本的にあっさりしてる。こんな感じで取れるんですか。はい。こういう細いところから逃げようとするんですよ。氷入れとくのは何か意味があるんですか。仮死状態にするって言うんですよ。なんかちょっとまあ冷やして、はいはいはい。落ち着かせるっていう感じです。なるほど。はい。まだそんなに派手なことはしないです。で、中心に黒い線がある。そう、大根。ちっちゃい線だけど。で、これツナどの辺取っとけばいいの？こっちの方で。わかりました。はい。本当はこの腹びれも取るんですけど、はいはい。ここも取ったりするんですよ。おお、これちょっと切った方がいいんですね。そう、これを取って、でこれをまた巻きつけてこれを焼くんですよ。切り焼きっていう。この頭も頭で、はい。かぶと焼きで出すんで。捨てるとこないですか。捨てるとこないですね。あとここまでほら、八田先生さんの手が出にくくじゃないかとするか
こ入れてもいい。でも柔らかいね。柔らかい。焼くために刺してる感じそうです。うなぎって、はい多分このまま焼くとこう丸まってっちゃうんですよ。それを防ぐのに丸まらないようにこう焼いてる感じなんですよ。うちは壊れちゃってよくわかんないうちはなんですよね。じゃないですよね。最初はできなかったですけどね。ここに骨がある。はい。こういう感じで骨が取れてくるようにして、できる限り骨残さないように。どの焼き方もですね、蒸し焼きも地焼き蒸さない焼き方もどっちも骨抜いて提供してる感じです。結構だからこの作業があるかないかで、仕込みもお客さんに提供する時間もだいぶ違ってくるんで、結構これが一番大変な作業ですね。うなぎ屋さんでもみんなやってるもんなんですか、こういうの。僕やってないですよ。あ、やってないですか。へご飯お願いします。千葉のタレが使ってますね。千葉県の地域性でタレが特色が変わるので、千葉は結構濃いめのタレですね。江戸前のタレって結局それなりにあっさりしてるタレが多いので、箸で焼くっていうのも千葉の成田とかあっち付近だと昔は皆さん箸で焼いてたんですけど、今沼とかあっちの方です成田の方は。それもやっぱ継ぎ足ししていくもんですか。そうです、継ぎ足しで。何年ぐらい継ぎ足しされてるんですか。まあもう40年ですよね。ああ、すごい。
したいのに、あとはなんかそんなに押しないけど、身は焼きながら強めに焼きますんで。うちの人はうわ丸焦げじゃんってなるんですけどね名古屋だとこれがこういう焼き方が前回は蒸し焼きだったそうですが、はい地獄。いや五右衛門風呂の名前が由来らしい。出ました。あ、ごめんなさい。はい。どうで？ああ、兜。そうだよ。